こんにちは。今回はシェル編みで作るバッグを紹介します。押しては長編みだけで編みました。シェル編みの模様で作るバッグです。編み方を編み図で説明します。これが全体の編み図です。鎖編みを編んで、そこからシェル編みを編んでいきます。そしてこちらは持ち手の長編みです。小さくて分かりづらいので少し大きめにして説明します。ここが底の部分です。底の部分は鎖編みを39目編んで、その鎖編みに細編みを39回編んで底を作ります。次にシェル編みを編みます。最初はまず鎖編みを編んで細編みを編みます。この底の目を編んでいきます。鎖編みを39目編みます。ナビ太ゲートを最初の鎖編みだけは8号のかぎ針で大きめな鎖編みを編みます。鎖編みはここから一つサイズの大きいかぎ針で39目の鎖編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、39目まで鎖編みを編みます。鎖編みが39目編めました。次の細編みは7号のかぎ針で編みます。鎖編みだけが少し大きめな目にしたいので8号針で編みました。次は細編みです。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、すぐ根元の鎖編みの裏山を拾います。鎖編みを編んだ次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて細編みを編みました。次も鎖編みの裏山を拾って細編みを編みます。鎖編みの裏山を拾って全部で39目の細編みを編みます。ここまで細編みを39回編みます。鎖編みの裏山を拾って細編みを39目編みました。次はシェル編みを編みます。編み図で説明します。鎖編み39目に細編みを39目編みました。ここから編み始めます。次は1段目です。シェル編みを編みますので、立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次は長編みを編み入れるシェル編みを編みます。シェル編みを編むところは、鎖編み3目を編んだ3個目のところから1、2、3、4、5、6、7個目のところです。鎖編みを編んだ3個目のところから7個目の鎖編みのところに長編みを3回編み、鎖編みを1目編んで同じところに長編みを3回編み入れるシェル編みの模様編みを編みます。次に長編みを編むのはシェル編みを編んだところから4個目の鎖編みに長編みを編み、ここから4個目のところに次のシェル編みを編みます。次の4個目に長編みを編んで、この模様を繰り返して鎖編みの最後のところに長編みを編みます。次は細編みの側にシェル編みを編みます。長編みを編んだところから4個目のところにシェル編みを編み、
4個目に長編みを編んで、同じ模様を繰り返し、最後にシェル編みを編んだら、最初に編んだ立ち上がりの鎖編み3目のところに引き抜いて1段目が終わります。次は、シェル編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、編み地を回して、作り目のところにシェル編みを編みます。シェル編みを編むのは、鎖編み3目を編んだ後は、次の鎖編みのところです。作り目の鎖編みのところに編みます。ここから1、2、3目の鎖編みの、その次の鎖編み、4、5、6、7個目の鎖編みに長編みを3回編み入れます。針に糸をかけて、鎖編み3目と作り目の鎖編み3目のその次の4個目です。7個目の鎖編みのところに長編みを編みます。糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みを編みました。同じところに長編みをあと2回入れます。針に糸をかけて同じところに針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、長編みを2回編みました。もう1回長編みを編んで、長編み3目を編み、鎖編み1目を入れて、同じところに長編みを3回編みます。1、2、3。長編み3目と鎖編み1目、長編み3目を同じところに編み入れました。これがシェル編みの模様です。次は長編みを編みます。ここから1、2、3、4個目のところにシェル編みの編み入れたところから4個目の鎖編みのところに長編みを1回編んで一つの模様ができました。これを繰り返します。長編みを編んだところから4個目の鎖編みにシェル編みを編みます。同じところに長編みを3回編んで、鎖編み1目を入れて、同じところに長編みを3回編みます。次は長編み1目です。4個目のところに長編みを編みます。これで2つの模様ができました。これを繰り返します。4個目のところにシェル編みを編んで、次は長編みを4個目のところに1回だけ編みます。次も4個目のところにシェル編みを編んで、鎖編み1目を入れて、同じところに長編みを3回編み、次は長編み1目だけを4個目のところに編みます。これで4個のシェル編みができました。次が5個目です。
4個目のところにシェル編みを編み、5個のシェル編みができました。次は長編みです。長編みを編むところは、ここから1、2、3、4個目の鎖編みの最後のところです。ここです。ここに長編みを1回編んで、こちら側の5個の模様ができました。次は編み地を回して、細編みの頭に編んでいきます。鎖編みに細編みを編んだところです。この細編みに同じように編みます。ここからシェル編みを編みます。細編みのところから1、2、3、4個目のところです。この4個目のところに長編みを3回編み、鎖編み1目を入れて同じところに長編みを3回編みます。これでそこから反対側のシェル編みを編んでいます。細編みの4個目の頭に次は長編みを1回だけ編みます。次はシェル編みです。長編みを編んだところから1、2、3、1、2、3、4個目の細編みの頭にシェル編みを編みます。次は長編みだけです。4個目に長編みを編み、4個目にシェル編みを編みます。鎖編み1目を入れて、同じところに長編みを3回編み、シェル編みを編みました。次は長編みです。4個目の細編みの頭に長編みを編み、次の4個目にシェル編みです。一つずれました。シェル編みがはみ出しますので、寄せて目を数えてください。シェル編みのところから1、2、3、4個目のところです。ここに長編みを編み、次は1、2、3、4個目のところにシェル編みを編みます。鎖編み1目を入れたシェル編みを編みます。次はここから1、2、3、4個目のところに長編みを編んで4個の模様ができました。最後のところです。次はシェル編みを4個目のところにシェル編みを編みます。そして最後は長編みではなく、最初に鎖編み3目で
立ち上げたこの鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをします。1、2、3個目のところです。鎖編み1、2、3目の3個目のところに引き抜き編みをして1段目が終わります。このような形で1段目が編み終わりました。この部分ができました。次は2段目から編み図で説明します。今ここで1段目の最後の鎖編み3目のところに引き抜き編みをしました。編み図上、鎖編みはこちらにありますが、このように半分に折りますので、この鎖編みはこの位置に来ています。ここから次は2段目の鎖編み3目を編んで、次のシェル編みは1段目に編んだシェル編みの鎖編み1目のところにシェル編みを編み、次の長編みは1段目の長編みに長編みを編む編み方をします。これをぐるりと編んで、最後は最初の鎖編み3目に引き抜き編みをします。この編み方を全部で12段編みます。今1段目が終わりましたから、あと11段、こちらのところまでシェル編みを編みます。1段目で鎖編み3目の頭に引き抜いたところです。2段目も立ち上がりの鎖編み3目を編んで編み始めます。この編み方は毎段同じ編み方です。次はシェル編みの中心の鎖編み1目のところに同じシェル編みを編みます。鎖編み1目のところに長編みを3回編み、鎖編み1目を入れて同じところに長編みを3回編みます。次は長編み1目だけを編みます。1段目の長編みの1段目の長編みの頭に長編みを1回編んで、次はシェル編みです。同じ形を繰り返します。鎖編み1目のところにシェル編みを編みます。次は長編みの頭に長編みです。ここが底ですから、今、そこから2段目のところを編んでいます。この編み方を繰り返して、最後は鎖編み3目の立ち上がりに引き抜き編みをします。こちら側の模様が編めました。次は折り返すところです。次は端にある長編みの頭に長編みを編んで、こちら側の1段目のところに同じように2段目のシェル編みを編みます。長編みの頭に
長編みです。こちら側の2段目を編んでいきます。2段目の最後のところです。最後のシェル編みを編んで、そして段の最後は最初に編んだ立ち上がりの鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをして2段目が終わります。このバッグは全部で12段まで編みましたが、12段まで編まなくても10段ぐらいでやめてもお好きなようにしてください。12段のシェル編みを編んで、ここが最後のところです。最後のシェル編みを編みます。長編み3目を編んで、鎖編み1目を編み、同じところに長編みを3回編みます。次は最初の鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをして、もう一度ここでは引き抜いてから糸を切って後ろの目立たないところにとじ針で糸始末をしてください。12段まで編んだバックの部分です。綺麗なシェル編みの模様がついています。次はバッグの持ち手を作ります。持ち手を編み図で説明します。